になってた。あ、終わった。じゃあ石垣行こう。到着しました。マッサージ屋さんっていきなり行っていいのかわかんないですけど、ちょっと行ってみます。いや、肩痛い。むちゃくちゃ痛い。気持ちよかったですね。人生2回目のマッサージ。前回ね、ほらギフテッドのマッサージ師の方のとこ行った時にはね、結構ソフトな感じだったんですけど、あの時はまだ今に比べれば肩の痛みもねそんな強くなかったんですぐ治ったんですけど、今回はね、指圧か効きましたね。ただ完治って感じじゃないんですけど、でも本当気持ちよかったです。サザンゲートブリッジ、登ってます。そういえば以前ここに登った人がいて、なんかニュースになってましたね。周りの人の反応はね、バカなやつがいるなって言ってたけど、私は密かにね、登ってみたいなと思いました。ここから行けばいいわけでしょ。ほら簡単に登れるもんね。行きたいね。多分ね、僕こっち側来るの初めてですね。橋の中央まで来て眺めて終わりなんだけど、これサンゴなのかな。なんかここ素潜りシュノーケルしたら楽しそうな感じになってるね。いい感じだな。この辺にマストが見えてると思うんですよ。ノルウェーの、名前がちょっと忘れてたんだけどそれが石垣島に寄港してて、数日前にはね横浜港にいて、横浜では結構いろいろなんかその催し物があったらしいんですよ。で石垣ではね、ただ遊びに困ってるだけ。とりあえずちょっとこの長い道のね、日陰のない道を歩いていこうと思います。こんないい景色なんだね。全然知らなかった。あの辺リーフだ。行ってみたいね。こっちもずっとほら、リーフ全部行こうと思ったらキリないからね。竹富島レベルだから一応行けたけど、石垣島のリーフ制覇は無理だね。この道通り抜けられるのかな。もうどうやったらあそこまで行けるのか全然わかんない。マッサージ店良かったですね。
おそらくね石垣島のおじいとおばあでやってるんですよ。で従業員の方も何名かいるみたいで、僕が店入った時におじいがいたんですね。優しそうなおじいが「お昼ですけど大丈夫ですか?」って言ったら「大丈夫大丈夫」って言って「関係ないからよ」って言ってで電話してマッサージの人呼ぶんですよ。多分僕のために来てくれたのがそのおじいの多分ね奥様なんですけど、その2人の会話を聞いててもね面白いんですよね。お客さんが来てからよっていう方言で、なんか話してて、でそのおじいもスマホの使い方がちょっと失敗したのか、スピーカーになってたんですよ。その奥さんの返答がですね、すぐ来るからよって、石垣島の方ではですね、これから行くよっていうのを来るからねとか来るからよって言うんですよ。あれがすっごい面白かったですね。今通算今帰ったところ今や通よ今本当今帰ったところはいお願いします。ほらあそこに見えてるじゃん、ほらあのマストね、あのマストに行くのが今日の僕のマストなんですよ。わかんない、使い方があってるかわかんないけど、以前ねお客さんで、生態関係の人がいて、僕の店休みの日だったんですよ。だからちょっと様子見に行きましょうかって言ってくれた方がいたんですよね。その時もう絶好調だったんで、丁重にお断りしたんだけど、その1週間後ぐらいだったかな、急に肩と首が痛くなり始めてね、しまったと思ったんだけど、ちょっと話変わるんだけど、最近発売された GoPro Hero 11すごいんですよ。あれ機能が水平保持機能がもうすごいんですよ。もうどうやっても水平になるんですよ。逆さまにしてもねそのまま維持してくれるんですよ。あれびっくりしましたね。僕は11が発売されたらヒーロー10の値段が下がるじゃないですか。10を買おうと思ってたんです。だけど11の水平保持機能を見たらね、11欲しくなりますよね。誰か買ってくんないかな。3本マストが近づいてきた。だけど手前にね高いフェンスがある。向こう側行けないのかな、見えないよ。横からも入れないしね、ずっとフェンスがある。ノルウェー国籍の船で、スターツロードレムクルっていう名前ですね。建造がですね1914年ドイツで建造されて、戦争の賠償かなんかの感じでイギリスに渡ったらしいんですよ。でイギリスからノルウェーが買い取って、でその後戦争が始まってナチスドイツの手に渡って、で戦争が終わってまたノルウェーに返還されたという、すごい長い歴史を持つ船ですね。前方にね車が何台か止まってるから、多分みんな船を見に来たみたいですね。いやー残念でしたね。あんまり近寄れないですね。僕の肉眼にはね逃げ水が、蜃気楼みたいなものがいくつか見えてますね。暑いですね。久々に見た。わずかな
日陰でこのわずかな日陰でね、休んでます。むちゃくちゃ暑い。ここは那覇が向こうってことは那覇の方が東京だよね。向こうが東京か。もうこういうのがないですから、元カノは向こうにいるのか。おーい元カノあとは誰かいるかな。知り合いはオーストラリア、元水牛車観光にね勤めてたオーストラリアの女の子、ケアンズですけどね、ここにいますね。おーい元気かー一人で何言ってんだろうね、ほんと。フェリー夜中にいるね。ってことはのぞみさんは石垣にいるのかな。はい、今ねこの上からね降りてきた今登ってきた石垣港へ戻って竹富島へ帰ろうか。そうそう、マッサージでねすごかったのが、マッサージの人がねある場所を掴んだ時に僕が一瞬痛いと思ったんですよ。痛と思ったのと同時にその人がここ痛いとこだねって言ったんですよ。えっと思って、分かるんですかって聞いたら、それは分かるみたいな。いやマッサージの人すごいですね。肩の痛みがね、僕の肘のあたりが原因らしいんですよ。レントゲンとかそういうことじゃなくて長年の経験で分かるっていうね。ちょっと今変わったもの見つけてね、これ新しく作られた船に乗るためのこれタラップっていうの、自動のねタラップがあってさ、でこの船どうも新品の船なんだけど、育成って書いてあるで、船のこの辺にね内閣府って書いてあるんでね、政府の船っていうことかね。何に使うんだろうね。新しい船と専用のタラップ。帰ってきました。肩ね、完全に治ったわけじゃないんですけど、頭痛はなくなりましたね。もう行く時も頭も痛くて大変だったんですよ。頭痛いわ、首の筋も痛いわ、肩も背中も痛くて。だけど今は背中だけですね。あと普通に回るし、マッサージすごいですね。だけど以前ね、お客様でボディービルダーの夫婦みたいな方が来て、奥さんはそんなムキムキじゃなかったから、旦那さんが言うにはすごいムキムキなんですよ。ほぼ同年代。やっぱり筋トレとか普通に使ってるとそういう痛みないですよって言ってたんですけど、筋トレしなきゃダメですね。ジョギングはしてるんですけど、筋トレ最近サボったんだよな。じゃあそんな感じで、今回も皆さんご視聴ありがとうございました。また次の映像でお会いしましょう。では。